Baby it's you 無限へと散らばれ始まりの合図に消えがして 세계 널 무너뜨리고 소리치면 돼 내게 no more drama Got me started in my house my lens 見つけたよ心が Yes like my home my home Inter FM 897 Utah at home みんなおかえり。インター FM897 NCT127 ユータのユータアットホーム。毎週金曜日の夜11時、僕 NCT127 のユータが DJ を担当しています。最近の僕なんですけど、ペンタゴンのねユートと、そして JBJ クオのケンタと、そして翔太郎も一緒に交えて少しね、ケンタの誕生日パーティーということで、話をしたんですけど、やっぱり久しぶりに話をしたらすっごい楽しかったですね。やっぱ韓国に来て日本人としてね、韓国で頑張る、仲間としてすごいいろいろな話をしましたし、懐かしい話だったり、なんかイントロトーンとかもねして、はいこの曲わかる人みたいな感じでクイズ出し合ったり、なんかすごい面白かったですね。あとみんなと会ってやっぱり感じたのは、やっぱりもう一度頑張ろうって思いましたね。はい。やっぱみんなもね、一人一人今自分のやりたいことだったり未来に向けて走り出してる最中なので、みんなでもう一度ね頑張ろうぜって言いながら、楽しく時間を過ごしましたということでですね。あ、そうだ、あとみんなにねみんなおかえりってあるじゃん。みんなおかえりを関西弁にしようかなと思ってて、みんなおかえりかみんなおかえりどっちがいい？俺ね関西弁の方がね俺的にはこうグッとくるのよ。みんなおかえりみたいな、みんなおかえりよりね。だからそれねどっちがいいかね皆さん、僕にねどんどん皆さんの声届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp ゆうた897@interfm.jp です。音楽の方はですね、今僕が流したい曲だったり、これいいなっていう曲をどんどん皆さんにね紹介していこうと思います。それでは1曲目をねまず皆さんにお届けしたいと思います。1曲目は NCT127 で Fly Away With Me。 Fly away with me baby、インター FM897 からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 で Fly Away With Me でした。新年がスタートして皆さんどんな風に過ごしてますか？世界的にねコロナが大変なことになっているのが、僕も少し心配なんですけど、そんな中少しでもねみんなに嬉しいこと、ラッキーなことを呼び込もうということでですね、今週はこんな企画でスタートしようと思います。題してユータの開運度チェック Yes or No Quiz ということでですね、今から全部で僕が10題皆さんに出題します。問題をね。でそれをみんなが Yes か No で答えてもらうだけで OK です。そしてですね、答えてもらった結果であなたの2021年の運勢をマックスラッキー、ラッキー、プチラッキー、スーンがありますね。スーンというね4段階で測定していこうというね、そういう運勢クイズをしようかなと思います。はい。クリスマスの時にね、やった、僕と答えを合わせるものではありませんので、皆さんね、イエスかノー、素直に正直に答えてもらって測定していきます。じゃあまずは問題からいきます。曲を挟んだ後解説付きで説明しますので、お気軽にご参加くださいということで、この番組を初めて聞くという方もぜひチャレンジしてみてくださいね。僕も一緒に答えてみたいと思います。それではチェック1、家の玄関に靴を並べず靴箱にしまってある Yes or No。 僕はですね、これね多分みんなもあるあるだと思うんだけど、気に入ってる靴は靴箱にしまいますね。で随時もうどこ行くにも履く靴は
もう玄関に置いてますね。はい。例えば、最近だったら、誕生日プレゼントで、去年になるんだけど、誕生日プレゼントで、ジョンウに、ちょっとね、高い靴をプレゼントしてもらったわけよ。で、その靴とか、自分が気に入ってるブーツっていうのは、いつも使ったら、棚に綺麗に並べますね。はい。分けてます。ということで、チェック2。最近、服を裏返しに着てしまった。Yes or no。僕はですね、もう随時ありますよ。もう随時。もう3日に1回ぐらいあるね。で、裏返しで着てるよって言われるんだけど、気づいたって。みんなが俺のちょっとした変化にも気づくかなと思って、わざとやったよって言ってるんだけど、もう結構ありますね、これは。みんなはどうですか？ということで、チェック3いきたいと思います。チェック3。満月の日や新月の日はだいたいチェックしている。Yes or no。これは、俺はそんなにチェックしてないかな。たまにね、お母さんとかから、今日満月だよ。あ、そうなんだ、みたいな会話はありますけど。ということで、チェック4。今使っている財布は人からプレゼントされたものだ。Yes or no。僕の答えはですね、これは Yes ですね。Yes。財布はもう 4,5 年同じものを使ってるんですけど、お母さんにプレゼントしてもらった誕生日プレゼントかなの時にもらった財布を今も使っています。ということで Yes ですね。じゃあ、チェック5。ベージュ色の服をよく着る。Yes or no。ということです。みんなどうですか？僕の答えは No ですね、これ。はい、ここに来て初の No なんですけど、派手な服とか派手な色とか黒とか白とか好きなんだけど、ということでチェック6。家や部屋に蜘蛛の巣があった。Yes or no。 ないでしょ普通、蜘蛛の巣。 No です。 No です。 No です。ということでチェック7いきます。今トイレの蓋は閉まっている。 Yes or no。 これ嫌だな言うの。いやー、でもみんな多分もう俺ちょっとあれでしょ、ノーなんだけど、多分ノーだと思うんだけど、トイレの蓋は閉めようとは思ってるんだけど、基本多分閉めてないんだろうね。忘れてるんだろうね。みんなどうですか？チェック8いきたいと思います。部屋のテーブルや家のダイニングテーブルに果物や花を置いている。 Yes or no。 今の宿舎だったらバナナとか果物を置いてるね。うん。でも花は置いてないかな。そのぐらいかな。うん。チェック9。双子座または大牛座だ。 Yes or no。 これ No ですね。僕ね、サソリ座なんで。ということでチェック10。これ最後かな。最後いきたいと思います。ありがとうをよく使う。 Yes or no。 これは意識してますね。ありがとう。なかなかありがとうってね、使えそうで使えない言葉なんだけど、ありがとうはね、自分の中では言うように意識してるけど、してますね。 Yes ですね、これは。ということで皆さんいかがだったでしょうか？途中でね、気づいた方もいるかもしれませんが、これね、Yes が多いほどハッピーポイントが高いんだって。まあYes がなかったとしても落ち込まないでね、みんな。ということでですね、解説の前に僕ら NCT127 の曲を2つ、紹介しようかなと思います。NCT127 でサン&ブン、そして Back to You。 インターFM897 からお送りしている NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 DJ は NCT127 のゆうたです。お送りしたのは NCT127 でサン&ブン、そして Back to You でした。今週はゆうたの開運度チェック Yes or No クイズ実施しております。先ほどの問題は実はラッキーをね呼び込むと言われているものが10個並んでいましたということで解説していこうかなと思います。じゃあチェック1ですね。家の玄関に靴を並べず靴箱にしまってあるは、玄関は顔の部分なのでなるべくきれいにしているといいそうです。ということでですね、俺なんて言ったっけ？気に入ってる靴は靴箱に入れて、その他は玄関にこう置いてるっていうことなんで、多分ね、気に入ってるパーツだけ俺は綺麗にするタイプなんでしょうね。
目だけ綺麗にするとかね、そんな感じなのかな。ということでチェック2のね、最近服を裏返しに来てしまったは、実は幸運のサインというジンクスがあるらしいです。チェック3いきます。満月の日や新月の日はだいたいチェックしているは、満月の日に財布を振ると金運が上がったり、逆に月の出ていない新月の日は何か新しいことを始めるにはいいとされています。ということでチェック4、今使っている財布は人からプレゼントされたものだは、プレゼントしてくれた人の気持ちがこもっていて、幸運をもたらすと言われています。ということでチェック5、ベージュ色の服をよく着るは、今年のラッキーカラーがベージュで、その色の服を着ると人間関係にラッキーをもたらすそうです。ということで人間関係になんか今ね悩みがあったら、ぜひベージュ色の服を着てみてください皆さん。じゃあ次いきます。チェック6、家や部屋に蜘蛛の巣があったはいろんなものがキャッチできるということで、実はこれも縁起がいいそうです。うわすげえ、そうなんだ。なんか蜘蛛の巣あったらあれだね、ちょっと汚いっていう印象があるんだけど、そうなんだ。ということでチェック7、今トイレの蓋は閉まっているは、衛生的にもいいのですが悪いものを外に出さないということでいいそうです。ちなみに成功した人たちのお家のトイレを調べてみたら 100% 蓋が閉まっていたなんていう実験もあったとかって書いてますね。俺これちょっと意義ありだな。なんでかっつったら、成功した人っていうか絶対あれでしょ、トイレ成功した人のトイレってさ、あれじゃん、自動トイレじゃん。この開いたり閉まったり絶対自動じゃん。だから多分それの機械のせいだよね、絶対その人がっていうよりかは。ということでチェック8、部屋のテーブルや家のダイニングテーブルに果物や花を置いているは、リラックス効果もあり、お部屋やお家に不満がたまらないのでいいとされているそうです。チェック9、双子座また牡牛座は、いろんな、星占いで今年運勢がいいと言われている星座です。双子座牡牛座の皆さんおめでとうございます。ということでチェック10、ありがとうをよく使うは、ジンクスや縁起担ぎに関わらず必ず幸運を呼び込みます。ということで皆さんありがとうをよく使っていきましょう。ありがとうといらっしゃいませはよく使っていきましょう。いかがでしたでしょうか。イエスが8個以上の方は2021年マックスハッピーです。そして5個以上であれば今年はハッピーなのではないでしょうか。そして2個以上あれば十分プチハッピー、ハッピー目指して頑張りましょうって書いてありますね、ここに。で0から1個だったという方は幸運の女神がスーンとした顔をしていますので、ありがとうを言うようにしましょうということで、ちなみに今結果を見たんですけど、僕もハッピーでした。ここに出た10問全部ね守れるように頑張りましょうみんなということです。僕も皆さんのハッピーをお祈りしています。みんなも僕のハッピーをお祈りしてね。ということでここで1曲、曲に行こうかなと思うんですけど、ハイドさんの Let It Out っていう曲をね紹介したいんですけど、この曲はねもう最近出た曲なんですけどめちゃくちゃ上がりますね。全部英語の歌詞なんだけど、サウンドがね初めのダナナーンところがめちゃくちゃ上がります。テンション上げたい時に絶対聴きます。ということで、ハイドで Let It Out。ダーヘム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは、ハイドで Let It Out でした。それではここで先々週に出題した3回目のユータクイズの答えを発表したいと思います。僕ユータを知ってもらいつつマニアックなユータ知識を身につけてユータ博士になってもらおうという企画なんですけど、第3回の出題は子供の頃にヒーローに憧れてヒーローになるためにとあることを自分で、練習していました。その練習とは一体何をしていたでしょうかというクイズだったんですけど、正解はですね、鏡に向かって自分と戦うでした。そう、鏡に向かって自分と戦う。これね意外に難しかったみたいで、正解者さん今回このクイズ始まって以来の0人だったということを聞いてね、もう衝撃を受けました。
意外にやってる人少ねえんだと思って。だからね、具体的に何をしてるかっていうと、恥ずかしいなこれ。だって正解者だって誰も分かってくれる人いないのに、なんで説明しないとあかんのって思っちゃうんやけど。関西見てたわ。説明するよ。こうね、鏡に向かってね、こうやるわけよ。もうなんかこうパンチとかするわけして、ほんで初めは俺のルールとして、その修行は絶対に負けなあかんわけよ。そうで、鏡の自分とかイメージして強すぎて一回負けんのよ。で絶対一回負けて10分ぐらい倒れてからの復活して、もうその復活したらよくあるじゃん、ヒーローとかヒーローものがさ、こう起き上がった瞬間にさ、そのパワーが10倍20倍に膨れ上がって最後バーンみたいな。でそういう感じをずっとイメージしたから、一回負けて、で布団で寝転んでうーってやって、あとね、今思い出した、一番大事なのは漫画とかでもあるやん、漫画とか読みたらさ、ボキッボキッボキッってやられた時にさ、こう効果音が出るのよ。でその効果音は絶対口でつけるようにしてたね。はい、恥ずかしいなこれ。それでは、クイズね、正解者ではないんですが、近かった、答えの中から名前を紹介していこうと思います。しおぱんさん、なすこさん、えりかさん、いすさん、にしんぴーさん、みなさん、いーさん、おでんさんさん、わかなさん、まつこさん、ほしさん、みんごさん、らしょうもんさん、くろさん、ゆきさん、よんさん、なちゅさんということでですね、おめでとうございます。他にもね、こう惜しい回答をしてくれた方はたくさんいらっしゃったんですけど、今日はね時間の都合ということでここまでにします。またね、ゆうたクイズに答えて、どんどん僕に名前を呼ばれるように頑張ってほしいなと思います。それでは、ゆうたクイズ、次の第4問目に行きたいと思います。第4問目はこちら。ちょっとね、この前のやつは難しかったんで今回簡単にしました。これは俺のことが好きでいてくれて応援してくれてて、僕の V ライブだったりを見てくれてる方だったらわかるんじゃないかなと思うんですけど、僕は今何かの映画シリーズにハマっていますということで、シリーズなんだけどね、その映画はシリーズで23作品こうつながってるシリーズの映画なんだけど、その中で、そのキャラクター、その中に出てくるキャラクターがめちゃくちゃ好きです。でそのキャラクターは何でしょうかという問題です。これは多分ヒントはねもう出さないよ。もうヒント出しちゃったしね。そのシリーズでヒーローで俺が今ハマってる映画のキャラクターですね。はい、分かったという方は答えをメールとツイッターに書いてください。番組ハッシュタグはゆうた897、ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp、ゆうた897@interfm.jp です。もう毎回言うんですけど、特にプレゼントはありません。はい、僕が何名か、お名前を紹介させていただきます。正解は2週後ですね、2月5日の放送で発表します。ということでそろそろ、次の曲紹介に行きたいと思います。次の曲はですね NCT127 でウェイキーウェイキー。Utah at Home。 インターフェム897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。 DJ は NCT127 のユータです。お送りしたのは NCT127 でウェイキーウェイキーでした。はい、次のコーナーに行きたいと思います。毎週テーマに沿った僕のオリジナルチャートトップ3を発表する Utah's Power Play。 はい、今週のテーマはね、いろいろ考えたんだけど、みんなが遊ぶ時だったりちょっと楽しみたいなっていう時に聴いてほしい曲、今のね、時期だからなかなかできないと思うんだけど、それでも一人でね、なんか気分が沈むなとかちょっと楽しみたいなっていう時に聴いてほしい曲ですね。
ということで早速ナンバー3から紹介していきたいと思います。ナンバー3はジャガーツインのシャインという曲です。この曲はですね、実はもともとこのジャガーツインっていうアーティスト僕知らなくて、でなんかユートに最近ペンタゴンのユートになんかさ最近いい曲ないって聞いたら、ジャガーツインっていうアーティストさん最近聴いてるんですけど、すごくいいですよって、おすすめされたんで、最近ねジャガーツインさんの、アルバムを結構聴いたりしてて、その中でもシャインっていう曲はねお気に入りです。ということでナンバー3にしました。ナンバー2はですね、サム・ヘンショのチャーチという曲ですね。この曲は多分ねみんな知ってると思うんですけど、結構有名で、この曲はねもう定番ですね。もう僕が遊ぶときは絶対にかけるサム・ヘンショのチャーチという曲で、すごい上がるんで皆さん一度聴いてみてください。そしてですね、ナンバー1はミーゴスの Walk It Talk It ですね。この曲はですね、すごいサビの部分でねずっと OK like Lucky って出てくるんですけど、そこがね超中毒性があってみんなにも聴いてほしいと思います。ヒップホップねあんまり聴かないよっていう方もぜひねミーゴスは聴いてほしいですね。おすすめです。ということでこの3曲の中から2曲をねお届けしようと思うんですけど、どうしようかな。ジャガーツインのねシャインと、サム・ヘンショのチャーチにします。ミーゴスもねすごいいいんですけど、ミーゴスはまたヒップホップ好きだよっていう方はねぜひ聴いてほしいなと思います。ということでジャガーツインのシャインと、サム・ヘンショのチャーチ。インターヘル897からお送りしている NCT127 ユータのユータアットホーム。お送りしたのはジャガーツイン、シャイン、そしてサム・ヘンショでチャーチでした。メッセージもねめちゃくちゃいつものようにたくさん届いています。じゃあまず、一つ目から読んでいこうかなと思います。ラジオネームもちこさん。ゆうたくんこんばんは。いつも楽しく聞いています。ありがとうございます。ジャンルや流行りにとらわれず、ゆうたくんの好きな曲を素直に紹介してくれてるところ、とてもいいなと思います。わあ、これめちゃくちゃ嬉しいわ。そう俺ってすごい自分の好きなあれが強いからみんな聞いてて楽しいかなってね時々ちょっと心配になっちゃうんですけど、こういうメッセージいただくと嬉しいですね。1月1日のラジオでおすすめしてくれた吹奏楽多い。まさか K-POP アーティストのラジオで吹奏楽が流れるなんてびっくりでしたが、音楽が持つパワー、壮大さを感じるってところにめちゃくちゃ共感できました。そんな風に自然体で思ったことや感じたことを話してくれるのがわかるので、ゆうたくんの思いがこもった素敵なラジオ番組だなって思っています。リモートで大変かと思いますが、また来週の放送も楽しみにしています。ゆうたくんファイティンということでですね、嬉しいですね。こうやって素直に吹奏楽もね実はねめちゃくちゃかけるか悩んだのよ。こうやって一人でも僕のラジオを聞いて、この音楽の持つそのパワーですね、パワーだったり、こういう曲いいな、こういう音楽聴いてみようかなと思ってくれたら嬉しいですよね。本当にありがとうございます。もちっこさんもね頑張ってください。僕のラジオが少しでももちっこさんの、力になることを祈ってこれからも頑張りたいと思います。ということでじゃあ次行きたいと思います。次はですね質問ですね。これはラジオネームキラさん。ゆうたさんこんばんは。いつも楽しくラジオを聞いています。突然ですが私は漫画が大好きで昔からいろいろな漫画を読んでいるのですが、最近は約束のネバーランドという漫画にハマっています。見たよ。そこでぜひゆうたさんの好きな漫画を教えてもらいたいです。またおすすめの漫画があったら紹介していただけると嬉しいです。先日のライブお疲れ様でしたと。ありがとうございます。これからも応援していますということでですね、おすすめのアニメかめちゃくちゃあるけど見すぎて記憶にないよね。なんだったっけな、シャーロットだったかな。高校生なんだけど、高校生が不思議な力を一つずつ持ってるのよ。持ってて、で謎の組織からその力があるからもう狙われちゃうじゃん。狙われて、
でその高校生がどうなっていくかっていうアニメなんだけど、これねめちゃくちゃ深い。初めはなんかこの結構逆線ではないけど、軽く見れるアニメなのかなと思ってたんだけど、このね回が行くにつれてこのシリアスになってくる感じ、すごい良かった。シャーロットやったと思うよね。それと最近何見た？定一の国も面白いよ。定一の国とか、それぐらいかな最近見たのは。あとね、鬼滅の刃も知ってるよね、もちろん。でも単行本で見たらもっと面白いかもしれないから、みんなぜひ、見てください。はいということで、すいませんキラさん、シャーロットだけしか今思いつけませんでした。じゃあ次行きます。ラジオネームシンデレラウィンコタマさん。名前の癖。ゆうたくんこんばんは。いつも楽しくラジオ聞かせてもらってます。最近はこのラジオが1週間頑張れるモチベーションになっています。ありがとうございます。突然ですが、ゆうたくんに質問です。ゆうたくんは可愛いなとか覚えたいなと思った方言はありますか？あればぜひ教えてほしいです。ちなみに私は岡山なので岡山弁を話します。わらっといただきました。ありますよ、もちろん。いつも映画とかその番組見ててたまにあるじゃないですか、その各地方の方言を集めてっていうやつあるじゃないですか。あれでいつもキュンとするのは福岡弁ですね。すいません、岡山弁ももちろん好きですよ。もう方言ってさ、その地方のさ色がすごい出るじゃん。だから全部好きなんですけど、やっぱりね、何々やけんとか言われたいもんね。そう言われたいんだよ。ごめんね、岡山弁ね、僕もちょっと見てみます。じゃあ次行きます。ラジオネームいろはさん。ゆうたくん明けましておめでとうございます。おめでとうございます。 SM タウンもビヨンドライブも本当に最高でした。新年早々ゆうたくんが大好きです。今年初めての質問なのですが、今年の抱負を漢字一文字で表すのは何ですか？ 2021 年もゆうたくんを精一杯応援させてください。大好きです。ということでですね、今年の抱負を漢字一文字、弁ですね。勉強するの弁。これね、最近めっちゃ思うのが、何も知らねえなって思っちゃったね。なんかのきっかけで。例えばそれこそあれだよね、新年でさ、リモートで友達とさお話ししたわけよ。で友達とお話ししたり、日本の知り合いとかとお話しすると、やっぱね、みんなやっぱりね大人なんだよね。言ったらね、お金のこともそうだし、一人で何かすることもそうだしっていう面で考えて、俺って何もできねえなって一気にバーってきちゃって、2021年はなんていうの、活動はもちろんなんだけど、その他のことで大人になるためになんか学ぶことっていうのをね、絶対学ぼうと思ってます。はい。ちょっと恥ずかしくなっちゃったもんね、自分がこれもできないんだっていうので、それで今年の抱負は漢字で弁にします。はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネーム中本のしーちゃんさん。ゆうたくんこんばんは。毎週楽しく聞いております。1週間の仕事が終わった金曜日の夜にゆうたくんの声が聞けるのはとても嬉しいし、癒しの時間です。ゆうたくんに質問です。私は朝起きた直後と寝る直前にはストレッチをして、必ずゆうたくんの写真やゆうたくんやエリーチルの動画を見るというルーティンがあります。ゆうたくんは朝起きた後や寝る前に必ずするルーティンはありますか？よかったら教えてください。これからもゆうたくんのいろいろな活動を楽しみにしています。ということで、ありがとうございます。ルーティンですか？ルーティン、朝起きたら青汁を飲みますね。必ず青汁かプロテインを飲みますね。野菜をね、あんまり変色しちゃうのよね。どう頑張っても変色しちゃって、やっぱり野菜を食べないから、野菜をいっぱい取れないから、自分で。だから青汁で、ちょっと美味しい青汁とかあるじゃん、今甘いのとかを飲むかな。朝は飲んで、でどうだろうな、ご飯食べて、で寝る前は最近だったら加湿器をつけて、でマスクをしますね。
例えばこのレコーディング前とかもそうなんだけど、ラジオ前とかね、喉のあれをコンディションを保たないといけない時とかは特にそうするかな。でもルーティーンはあんまないかな今は。青汁を飲むぐらいかな。すごいね、ストレッチ寝る前と直後にして体をね、絶対俺もストレッチねしようと思うんだけど、やっぱね始まる前とかにね忘れちゃってそのままダンスしちゃって次の日いてってなっちゃうからね、ストレッチ僕も頑張ります。はい。では今週のラストナンバーを紹介しようと思います。今週のラストナンバーは NCT127 でカムバック。お送りしたのは NCT127 でカムバックでした。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。どうでしたか皆さん。面白かったですね。クイズだったり質問も面白かったですね。アニメのこととか出たり、みんなクイズね10問あれあったじゃん。10問ねお互い守るようにしましょう。トイレの蓋は必ず閉めるようにということで、これからも皆さんの声を僕にどんどん届けてください。番組ハッシュタグはゆうた897ゆうた897、メールはゆうた897@interfm.jp ゆうた897@interfm.jp です。そしてなんとここで大事なお知らせがあります。2月17日に発売のラブホリックですが、その収録曲のファーストラブを1月27日に先行配信することが決まりました。みんな拍手。みんなねもうアルバムのビジュアルだったり、トラックリストだったりっていうのを見て、今回のアルバムどんな感じなんだろうとか、リード曲ねギンミギンミどんな感じなんだろうって思ってる方いると思うんですけど、そのギンミギンミだったりね、ビジュアルだったりっていうのは今後ね、順を追ってみんなに説明しようと思っていますが、今回先行配信される、ファーストラブはですね、初デートのときめきだったり、この胸の高鳴りなど、初恋ならではの感情ってみんなあるじゃん。そのドキドキだったり、どうしようみたいな、そういう感情を表現した曲になっていてですね、どの世代の方でも、この曲を聴くとどこかねほっこりと温かい気持ちになれる、そんな曲になっています。ファンの皆さんとね一緒に歌える部分もあると思うので、いつかコンサートだったりみんなと直接ね会った時に一緒に歌いたいなと思っています。初恋の思い出、キーワードはですね初恋の思い出、その時のドキドキ、その部分にね注目しながら皆さんも聴いてほしいなと思います。はい。 NCT127 としてファンの方々やライブとかでね感じた気持ちを、初恋をしたいのドキドキっていう気持ちにね、変えて表現した曲になってますので、皆さんぜひ楽しみにしていてください。ということでまずはね1月27日127ですね、127の日に、僕たちからファンのみんなへのプレゼントとして受け取ってもらえたら嬉しいです。初めて NCT127 の曲を聴くよという方も、めっちゃいいやんこれとか、めっちゃいいじゃんって思ってもらえるようにね頑張った曲になってますので、ぜひね期待してほしいなと思います。来週以降、また収録している曲についていろいろお話をしていこうと思いますので、ぜひたくさん聴いてください。ということで来週もインター F897 でお会いしましょう。金曜日夜11時になったら僕の部屋へまた遊びに来てください。 DJ は NCT127 のゆたでした。それでは皆さんいってらっしゃい。バイバイ。溢れそうな My Heart 君との Love Romance はきっとこれから初めよ嘘がシンデレラ、一緒に倒せら君が映る景色